いつもご視聴いただき誠にありがとうございます。釣りって学べるです。今回のテーマは、エギの号数とタイプを解説していきます。エギングで使用するエギのサイズや重さなどは、主に号数で呼ばれることが一般的です。その号数によって何が変わるのか、また、エギにはどのようなタイプがあるのか解説いたします。今回紹介する号数やタイプはメーカーによって異なりますので、おおよその目安としてご使用ください。今回のエギの号数とタイプを学ぶことによって、エギを選ぶ力を身につけることができます。最後までよろしくお願いいたします。いつものように結論から見ていきましょう。号数は長さと重さ、タイプは沈む速度。この2つについて解説していきます。号数は長さと重さについて解説いたします。エギのサイズは一般的に号数で呼ばれ、その号数によって長さや重さが異なります。エギのサイズで使用される号数は1号あたり1寸、約 3.03 センチメートルとなります。ここでは分かりやすくするために1号あたりおよそ3センチメートルとして進めさせていただきます。長さにつきましては、エギのラインアイとカンナを除くサイズになります。エギには主に次のようなサイズがあります。号数を一つ一つ解説すると比較が分かりにくいため、一覧表で説明いたします。2号は長さ6センチメートル、重さ5グラム、ヒイカなどの小さめのイカで活躍します。2.5 号は長さ 7.5 センチメートル、重さ10グラム、秋のアオリイカ、新子サイズで活躍します。3号は長さ9センチメートル、重さ15グラム、秋のアオリイカ、新子サイズで活躍します。春のアオリイカもベイト、小魚に合わせたり、エギの沈む速度を遅くしたい場合で活躍します。3.5 号は長さ 10.5 センチメートル、重さ20グラム、エギの基準サイズになります。シーズン問わず活躍します。4号は長さ12センチメートル、重さ25グラム、春のアオリイカ、親イカで活躍します。遠くに飛ばしたいときや風が強い場合に活躍します。4.5 号は長さ 13.5 センチメートル、重さ30グラム、春のアオリイカ、親イカで特に大型のアオリイカで活躍します。しかし 4.5 号に対応したタックルが必要です。タイプは沈む速度について解説いたします。エギの長さにつきましては、それぞれの号数による長さでほぼ一致していますが、重さにつきましては、基準となる重さを中心に軽かったり重かったり、いろいろなエギがあります。エギの重さが異なる、いわゆるタイプ別にどのような場合で活躍するのか紹介していきます。タイプには主に次の4つが挙げられます。スーパーシャロータイプ、シャロータイプ、ベーシックタイプ、ディープタイプ。スーパーシャロータイプとは、水深3メートル程度までの浅場で活躍するタイプで、水深1メートルを8秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも最も軽いエギになります。沈む速度が極めて遅く、ボトムに着底させずに、表層から中層を狙いたい場合に活躍します。シャロータイプとは、水深5メートル程度までの浅場で活躍するタイプで、水深1メートルを6秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも比較的軽いエギになります。沈む速度が遅く、浅場や藻が多い場所など、水深がないところでも
フォールの時間を少しでも長くとって、アオリイカにしっかりアピールすることができます。ベーシックタイプとは、水深5メートルから10メートル程度で活躍するタイプで、水深1メートルを 3.5 秒かけて沈み、エギの基準となる重さのエギになります。まずはベーシックタイプから始めて、状況に応じてシャロータイプかディープタイプか選択します。ディープタイプとは、水深10メートル以上の深場で活躍するタイプで、水深1メートルを 2.5 秒かけて沈み、同じ大きさのエギでも比較的重いエギになります。沈む速度が速く、水深や潮流があるところでもしっかりボトムを取ることができます。また、重さを活かし、飛距離を稼ぐこともできます。今回のまとめです。エギの色もたくさんある中で、サイズやタイプも合わせると何を選べばいいのか、ますますわからなくなると思います。ここではサイズとタイプ別の使用例を紹介いたします。まずは基本的に春は 3.5 号のベーシックタイプ、秋は 2.5 号のベーシックタイプで大丈夫です。釣り方や場所、ポイントに慣れてきたら攻略の幅を広げるためにいろいろなサイズやタイプを選ぶことがいいと思います。サイズ別の使用例についてのまとめは次のようになります。春は親イカ狙いのため 3.5 号を中心に3号から4号となります。夏は親イカから新子まで幅が広く3号を中心に 2.5 号から 3.5 号となります。秋は新子狙いのため3号から始め、状況により軽めの 2.5 号にサイズダウンします。冬は深場狙いのため 3.5 号を中心に状況により重めの4号にサイズアップします。タイプ別の使用例についてのまとめは次のようになります。浅く広がるジーソはスーパーシャロータイプとなります。沈み藻が見える場所はシャロータイプがおすすめです。秋は浅場で成長を続ける新子狙いでシャロータイプとなります。堤防や防波堤はベーシックタイプとなります。漁船などが出入りする小規模な漁港はベーシックタイプとなります。流れがある深いジーソはベーシックタイプ、もしくはエギが流される場合はディープタイプとなります。大きなタンカーなど出入りする大規模な漁港はディープタイプとなります。冬は水温が安定している深場狙いでディープタイプとなります。今回の動画は釣りって学べるの教科書にて復習することもできます。この動画や当チャンネルの説明欄にリンクを貼っております。動画と合わせて釣りの学びにご活用ください。今回の授業は以上となります。エギの号数とタイプの授業がアオリイカ超過アップの手助けに少しでもなれれば嬉しいです。釣りって学べるは今よりも一歩幸せにをテーマに5つの力を身につける授業を配信しております。釣り具や釣り場を選ぶ力、潮や天候を読む力、状況に合わせて変える力、魚を釣る力、釣った魚をさばく力。今日が人生で一番楽しい日です。釣りは参考になることはあっても答えはありません。自分の頭で考えて行動して改善していくことが釣りの上達や楽しさに結びつくと思います。これからも釣りを学んで幸せな道を歩んでいきましょう。最後までご視聴ありがとうございました。釣りって学べる。